今回の動画は夏のブラウスを自作のパターンで作ってみたいと思います。イメージソースはこちらです。今年の夏のスワロフスキーのマーメイドのイメージから着想を得ました。洋服にしようと思った時にインドの刺繍リボンが浮かんだので、まずは手芸屋さんに買いに行った映像からどうぞ。皆さんだったらどれにしますか？インドの刺繍リボンってなんでこんなに可愛いんですかね？私は結局ピンクにしてしまいました。私がイエベ春なので肌なじみがいい色かなとは思います。正直当初のスワロフスキーとは若干離れてしまったんですが、ピンクの人魚ということで作っていきたいと思います。ではまずパターン制作からどうぞ。まずデザイン画から描いていきます。襟、肩周りは麗しのサブリナの衣装を参考にしました。人魚のおひれっぽくペプラムブラウスにします。最後肩にリボンをつけたら完成です。では製図していきましょう。製図修行中なので、まずは1/4縮尺で描いていきます。一見手間ではあるんですが、ここで練習しておくと実物大を描くときにかなりスムーズにいけますのでおすすめです。これは今立体的な袖を作るために袖山の展開をしています。なんとなく袖の展開が分かったので実物大に移っていきます。余談ですが、最近製図用紙を20メートル分買いました。製図の練習頑張ります。実物大の製図をしていきます。この時私は致命的なミスを犯しているんですが、まだ気づいていません。袖口もふんわりさせたいので展開していきます。直接切って分解して展開していきます。持て余していたマスキングテープをせっせと消費しております。線をそれっぽく整えたら一旦の型紙は完成です。シーチングで形を見ていきましょう。裁断していきます。ワンストロークで切り切る強い気持ちを込めます。縫う時のコツは目線だと思っています。ミシンについている定規など一つの指標を決めて、そちらに焦点を当てて縫ってみてください。ミスが発覚しました。ここのダーツを畳まずに製図してしまったので、袖の生地と身頃の生地の長さが合わず、袖の生地が余ってしまう状態です。これでは縫い合わせられないので、パターンを直します。袖山と襟ぐりはかなりいい感じにパターンが引けたんですが、この袖口のところがめちゃくちゃ斜めになってしまったので、ここをちょっとパターン修正していきたいと思います。袖口が斜めになりすぎた原因は、おそらくここを6センチ展開しすぎだからだと思われます。なので次は3センチぐらいで描き直してみたいと思います。どうですかね。ペプラムつけた瞬間くどくなったような、全体的に膨張してるような気もします。できました。これでいきます。左右違くて、こっちがダーツでこっちがタックの仕様にしたんですよ。タックの仕様の方がちょっとデザイン性が出てなんか今っぽいので右側でいきます。疲れたー。縫い代付きのパターンが描けました。
普段やらないんですが、今回は直角だし、こんな感じで縫い代が綺麗になるような描き方をしました。本番の布を裁断していきます。こちらはソールパーノさんで購入したポリエステル 100% の生地です。黒で表に響かなそうなので、チャコペーパーでガシガシ印付けしていきます。これからの季節、初心者さんへおすすめなのが黒のリネンでかぶりタイプのワンピースです。リネンだと縫いやすいですし、洗濯機でもガシガシ洗えますし、黒のリネンだと都会的な雰囲気になるかなと思います。裁断が終わりました。それでは縫い進めていきましょう。ダーツ縫っていきます。遅すぎない？自分のペースでゆっくりでもいいんです。洋裁の要はアイロンだと思っています。こちらがアイロンかけた方で、アイロンかけてない方はこんな感じ。どうでしょうか。次はここのタックを畳んでいきたいと思います。さて、タックを縫っていきます。タックやダーツは中心側に倒すのがお作法とのことです。布が脇から中央へ流れるので、仕上がりが少し良くなるそうです。結構縫製綺麗に決まったんじゃないかなと自画自賛しております。ギャザーを作りたいので粗ミシンをかけていきます。糸を引っ張ってギャザーにして、平面から立体へ、それをデザインに組み込んでいく。ギャザーって発明だよなって感謝です。身ごろにペプラムを合わせていきます。なんかバットマンみたいなのができました。ペプラムと身ごろを縫い合わせていきます。縫えました。ロックミシンは肩、脇、あとペプラムの部分をかけていこうと思います。結構綺麗にロックがかかったんじゃないかなと思います。さあ次はコンシールファスナーをつけていきます。ファスナーをつける箇所に粗ミシンをかけていきます。ファスナーの虫をアイロンで倒しておくと縫いやすいです。ピンとしつけで留めていきます。私のコンシールファスナーの付け方はかなり古典的なやり方だと思います。糸長く取りすぎて縫うのにもたついてます。最初にかけた粗ミシンをほどいていきます。もっと効率のいい縫い方あるはずなので研究しなきゃですね。ミシンで縫っていきます。ちゃんとついたか緊張の瞬間です。当たりが出ないように
アイロンマットを敷いて上からアイロンかけていきます。いい感じにファスナーがつけられました。ここの十字がピタッと揃ったのが頑張りポイントです。肩を縫い合わせていきます。これでだいぶ形が見えてくるかと思います。縫えました。どうでしょうか。さて、ちょっと休憩で先日行ってきたティファニー店の Vlog になります。館内撮影 OK とのことでした。こちらはニューヨーク5番街のティファニー本店のアートワークでした。洋服の展示も少しありました。こちらパネルラインの継ぎ目がわからないぐらい縫製が綺麗でした。このイチゴのブレスレットが欲しいです。上質なものに囲まれて目がずっと幸せでした。見返しに接着芯を貼っていきます。ティファニー店に行って改めて思ったのは、いいものの共通点は洗練されてることだと思いました。洗練って難しいですが、私もワンランク上の服作りを目指したい。改めてそう思いました。さてさて、芯張りは圧力、温度、時間がポイントらしいです。ざっくり大きめに貼ったので、端を切ってロックミシンでお掃除していきます。見返しの下処理が完了しました。見返しの肩をちゃちゃっと縫ってきました。ここからはちょっと細工を施します。見返しの肩の縫い目のところにサテンリボンを置いて、真ん中をミシンで縫ってきます。そしたらサテンリボンにスナップを縫い付けて、下着の紐が表に見えないようにホールドするものが出来上がりました。襟ぐりを見返しで処理していきます。ひっくり返しやすいように縫い代に切り込みを入れていきます。見返しを裏にひっくり返していきます。アイロンかけたら冷やすと定着しやすいです。見返しをひっくり返し終わりました。見返しと縫い代を縫っていきます。こうすることで多少見返しが落ち着きやすくなります。襟ぐりが縫えました。では脇を縫っていきます。ここはちゃちゃっと縫ってきますね。あとは袖をつけるだけです。タックを畳んだのでしつけ糸で留めていきます。これは今袖山の処理をしています。袖山のふんわり加減わかりますかね。こんな感じです。次、袖口のタックを畳んでいきます。ここはミシンでダダッと縫っちゃいます。縫えました。
タックを倒してアイロンかけたら端にロックかけていきます。ロックミシンで端処理ができました。左右を縫い合わせて筒状にしていきます。で、縫い合わせたのがこちらです。こんな感じで袖の完成でございます。これを身ごろに縫い合わせていきます。袖を身ごろに留めていきます。完成まであと少しです。最後、袖と裾にロックミシンをかけていきます。これでミシンは終わりになります。では、行ってきます。裾を全部まつっていきます。ミシンで裾上げしてもいいんですが、ちょっと高級仕立てにしたいので手縫いを頑張りました。こういう時、音声コンテンツって助かりますよね。完成しましたなんですが、今の気分はこちらのインド刺繍のリボンをつけます。1本の紐の端を中表に合わせて縫っていきます。縫い代をアイロンでしっかり割っていきます。輪っか状になっているので、しっかりアイロンをして重ねていきます。継ぎ目を真ん中にして周りをぐるっと縫っていきます。2枚重なったようになるのでリボンが補強されました。短いの2本と長いの2本合わせてミシンで叩いたものを作りました。ではミシンで叩いてない短い布を使ってリボンを作っていきます。まず長いやつに短いミシンで叩いたやつを重ねて、ちょうど真ん中で重ねて、特にミシンで叩いてない切りっぱなしのものを重ねて包みます。ちょっと短い方を斜めにしました。ニュアンスで。で、上からミシンで叩いていきます。後ろは綺麗になるように端をちょっと折ってから重ねて、こんな感じですね。これでここにミシンを叩いてリボンを完成させていきたいと思います。ありき足りるかな。いきます。お、いける。リボンが出来上がりました。手縫いでリボンをつけたら完成です。ここまでご視聴いただきありがとうございました。まもなくミシンをするのにぴったりな梅雨の季節に入ります。どうかお体には気をつけて一緒に洋裁ライフを楽しんでいきましょう。それでは次の動画でまたお会いしましょう。